お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、旧核系の砲塔で対空機関砲を防御する構造で開発がなされた、イルベルイント4号対空戦車について解説をする。アップ主の仕事は落ち着いたか？落ち着いてない。出張が入ると移動時間や宿泊で通常業務が停滞するね。ところでなんだが、前々回の解説動画は、ドイツ国防軍の 38T 戦車の車体を使用した 38T 対空戦車で、前回の解説動画は、ドイツ国防軍の4号戦車の車体を使用したメーベルワーゲン対空戦車で、両方ともいわゆる対空戦車だったんだが、今回も対空戦車だ。好きだな、対空戦車。戦車とは異なるフォルムが個人的には興味深い。解説を始める前に少し宣伝になるんだが、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。というわけで、イルベルイント4号対空戦車の解説をしていくよ。イルベルイント4号対空戦車の開発経緯だが、これはメーベルワーゲン対空戦車との比較で話をするとわかりやすい。メーベルワーゲン対空戦車は、画像の通り対空機関砲の周囲に装甲板を装備して、この装甲板を開閉し、対空機関砲を旋回させることで、全周回の射撃が可能となる構造だった。装甲板が全開の状態が個人的には好きだ。しかし、メーベルワーゲン対空戦車における、この装甲板を全開にして対空機関砲を運用する構造には、ある欠点があった。欠点ってどんな欠点？装甲板を全開にすると搭乗員を守る壁がなくなって射撃されると危険なんだよね。それは危なすぎるだろ。メーベルワーゲン対空戦車は、ドイツ国防軍が本格的な野戦防空を担える対空戦車を開発して、量産するまでのつなぎ的な役割だったので、そういった簡易的な防御装備程度が限界だったのかもしれないね。さわさりながら、搭乗員の生命身体の保護は非常に重要なので、これを防御することができ、かつ、上空や周囲に対しても、対空機関砲を射撃できる構造を持つ対空戦車が必要だった。そこで、イルベルイント4号対空戦車が登場するわけだ。イルベルイントってどういう意味？イルベルイントというのはドイツ語で陣旋風という意味だ。陣旋風がわからんのよ。つむじ風、旋風、辻風とも言うらしい。画像を見ると、竜巻みたいだが、竜巻とは異なる現象らしい。旋風と言った方がわかりやすいかもね。イルベルイント4号対空戦車の構造の特徴としては、なんといっても、特殊な砲塔の存在だ。カボチャみたいな砲塔が車体に乗ってるな。従来のドイツ国防軍の対空戦車は、砲塔を製造して車体に搭載する手間の問題もあり、戦闘室を車体に設けて対空機関砲を搭載するパターンが多かったが、それによって搭乗員の生命身体に危険が及ぶ事態となったので、この砲塔が、イルベルイント4号対空戦車には搭載されることになった。防御力は高そうだな。見た目的にだが、旧角形で構成されるこの砲塔は、18枚組の装甲板で構成され、対空機関砲を収容するのみならず、搭乗員も収容するスペースが確保され、被弾から搭乗員を守る役割を果たした。しかも、対空機関砲の砲身を外部にて上下させるため、旧角形の装甲板砲塔の前面には、砲身が上下できるように切り欠きがあるんだが、ここに敵の弾丸が飛び込んできた場合に備えて、砲塔内部にはシールドが備えられていたらしい。搭乗員の防御に配慮してるな。対空戦闘用だから、機関砲が90度近く上を向けるように構造を工夫してるんだね。また、この旧角形の砲塔は一見すると小窓みたいなのがないので、上は空いてるから敵軍の航空機を視認して射撃ができるんだが、地上の目標に対して射撃する際には、目標を見ずに射撃するのかという問題もある。適当に射撃すると危険だけど、そうしてたの。この点は、砲塔の装甲の前面に、照準器が目標を視認できるように小さいハッチが備えられていた。メーベルワーゲン対空戦車みたいに、周囲に装甲板をつけるだけの方が生産性は良くないのかね？必ずしもそうではない。なぜなら、イルベルイント4号対空戦車は、文字通りドイツ国防軍の誇る主力戦車である、
4号戦車の車体を使用して生産されたんだが、4号戦車の車体にはもともと、戦車砲の砲塔を備え付けるための砲塔リングが存在するので、イルベルインと4号対空戦車の場合は、もともと存在する砲塔リング部分に、このカボチャみたいな砲塔を装着すればいいので、生産性はむしろ良かったらしい。そうすると、ドイツ国防軍の期待に応えるレベルの量産ができたかな。いや、生産性の良さはありながら、生産数は振るわなかったんだ。なんで振るわなかったの？ベースにする4号戦車の車体が足りなかったんだ。ドイツ国防軍の主力戦車たる4号戦車は戦場でフル回転しており、イルベルインと4号対空戦車の生産にあたっては、修繕のため戻ってきた4号戦車の車体を使用していたんだ。なので、十分な車体数を確保できず、最終的な生産数は、諸説あるんだが100台前後だったのではないかと言われている。旧角形の砲塔は戦車みたく自動旋回したのかな？いや、手動での旋回だった。そのため、砲塔の旋回に必要な補助エンジンは、イルベルインと4号対空戦車の生産にあたり、車体からわざわざ取り外されている。イルベルインと4号対空戦車の手法は、ナチスドイツの開発した4連装の対空機関砲である、2センチファケビエアイング38だ。この38式4連装2センチ対空機関砲は汎用性が高く、ドイツ陸軍だけでなく、艦艇装備用としてドイツ海軍、さらには武装 SS などにも装備され、防空兵器としては一定の評価があった。しかし、連合軍の航空機の性能向上に伴い、38式4連装2センチ対空機関砲では威力不足であるとの意見が出始めたため、ドイツ国防軍は、38式4連装2センチ対空機関砲を搭載した、イルベルインと4号対空戦車の後継対空戦車の開発に動く。その後継対空戦車の名前は、セルシュテイラー45、すなわち45式対空駆逐車だ。ちなみに、セルシュテイラーっていうのは破壊者って意味らしい。強そうな名前だな。しかし、セルシュテイラー45は、威力に優れる4連装30ミリ機関砲を搭載し、その攻撃力に期待がかけられていたが、結局は試作車の製造のみで終わってしまった幻の対空戦車になってしまった。さて、以上の通り、4号駆逐戦車などの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の記載にして、満州事変という一大事件を立案、主導した異彩の陸軍中将、石原寛治の解説動画です。石原寛治の破天荒な青年将校時代、エリート参謀兵の登竜門である陸大を闊歩した陸大生時代、そして満州事変を起こす関東軍参謀時代、満州事変における凄まじい活躍と激戦ぶりを一挙に解説しております。複数の動画を統合した総集編なので、動画間のつながりの箇所がありますが、気にせずにご覧いただければ後人の至りです。個人的には、石原寛治の陸大生時代、陸軍大学校の参謀演習旅行の一環で、あんまり意味のない課外学習に連れ出され、学生らは課外学習の報告書の提出が義務付けられた際に、他の軍人学生らは意味のない課外学習だけに頑張って報告書を作文してるのに、石原寛治だけは、報告書に所見なしって4文字だけ書いて提出したっていう逸話が好き。破天荒な記載だな、いろんな意味で。東条英機との対立なんかは有名だね。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。